もうだよ。お久しぶり。元気だった？私は先月の TGS で幕張メッセとビッグサイトを間違えて大変なことになりかけたよ。ははは。今回はディープクールの新型ケース CH160 でパソコンを組んでいくよ。どんなケースかは開けてからのお楽しみ。いや、この新品の PC パーツを開ける音、いつ聞いてもたまんないよね。自作 PC してる中でトップクラスに好きな工程かも。ということで無事開封。今回は白が送られてきたよ。残念ながら今回も白とモノなんだ。大きさ的には13リットル程度かなって感じで、机に置くのにちょうどいいサイズ感。ずんぐりむっくりで可愛い。そしてこのケースの特徴は何と言っても、この取っ手だね。こんな感じに持ち運びが簡単になるよ。強盗が入ってきてもこれでフルスイングってわけだね。ということでまず、サクッとスペックをおさらい。このケースはさっきも言った通り、ミニ ITX マザーボードに対応したケース。CPU クーラーの高さ制限は最大 172mm で、大型の空冷クーラーまで対応するよ。ただ水冷クーラーは非対応だから、そこだけは気をつけてね。そしてグラフィックスカードは最大で長さ 305mm、厚みが3スロットまで対応できてここも結構余裕あるね。そして電源は小型ケース向けの SFX 電源の他に、普通の自作で使われてる ATX 電源も使えるよ。ただそっちを使うと、さっき言ったグラボの対応サイズが変わってくるから、そこだけは注意ね。フロントパネルは電源ボタンとオーディオジャックの他に USB は 3.0 対応のタイプ A 端子が2つと 3.2 の Gen 2に対応するタイプ C が1つだね。カラーはブラックとホワイトの2色が選べて価格がそれぞれ7800円と8780円でかなりリーズナブル。ファンがついてないからそれも合わせて買うと大体1万円程度だけど2万円を超えるのがザラな ITX ケースではこれでもかなり破格な値段だよ。さてここからは実際に中身をチェックしていくよ。早速オープン。この子はサイドパネル含め全部ネジ止めになってるよ。最近はドライバーなしでも取り外しができる機構が流行ってるからこれマイナスポイントだと思うじゃん。実はそうじゃなくて、この子は取っ手で持ち運びすること前提なケースだから、確実に固定するために、あえてネジ止めが使われてるんだよね。前にちょっと野暮用で、シンガポールにこういう小型 PC を手荷物で送る機会があったのだけど、ネジ止めじゃなくてパネルが衝撃で外れかけて、途中で養生テープでぐるぐる巻きにしてたよ。パソコンぐる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 。ということで分解ができたよ。CH160 ちゃん、こんなあられもない姿になっちゃって、ぐへへ、エッチだね。でもこの価格帯でここまで分解できるのはすごいと思う。こういうのってある程度合成確保してなきゃいけないから。特にここの上の部分が空いてて、CPU クーラーの取り付けはすごいやりやすいんじゃないかな。そしてびっくりしたのがここで、ケーブルもちゃんと白いんだね。普通はコストの関係で黒いモデルと共通にしてることが多いのだけど、ちゃんと色分けしてる。この価格帯でこれはすごいね。白とモノポイント1点あげる。10ポイント貯まったら無洗米1粒と交換ね。それとケーブルつながりで、この延長ケーブル。これは電源ケーブルにつなげて使うのだけど、ここのつなげる部分を、インレットって呼ぶんだ。このインレットは、普通ケース内側に固定されてることが多いけど、それだと邪魔だから、CH160 ではお外にチューブラリンしてるんだよ。こういう工夫もなかなか面白いよね。尻尾みたいで可愛いし。と、ここまでいいところばかりだけど、結構大きな弱点があってね。それがこのフィルター。ケースの内側に取り付けられてるせいで、外から外せないんだよね。外すにはケース含め、PC 全体の分解が必要になるから、フィルター掃除大変そう。でも見た限りだと弱点はそれくらいで、正直これが1万円以下のケースなことにびっくりしてるよ。見た目や質感はもちろん、加工精度とかギミックを考えれば、1万円は余裕で超えるクオリティだと思う。なかなかいいケースだね。ということで、今回もこのケースで1台パソコンを組んだから、その様子をダイジェストでお届け。早速どうぞ。
ということで CH160 で一つパソコンを組んでみたよ。見てみて、もうだよ。もうだよ。今回はピクセルっていうディープクールのケースで使えるオプションアイテムでデコってみたよ。ドット絵が作れるの、かわいいでしょ。このケースで組んだ感想だけど、やっぱこの価格に見合わないくらい完成度の高いケースだね。最初に言った通り分解がすごいできるし、初心者さんが苦戦しがちなフロントパネル部分のコネクタが一体型になって、そのまま挿すだけになってたりして、組みやすさは最新ケースらしく素晴らしかったよ。ただちょっと気をつけるところもあって、例えば電源の取り付け、こんな感じに3通りの取り付けができるのだけども、ATX 電源を搭載するとケーブルが長すぎるせいで辛い。小型ケースの搭載を想定してる SFX 電源ならケーブルが短くなってるから使えるならそっちのがおすすめ。特にこの配置にするとブラケットに12センチのファンが搭載できるからエアフローを強化できてめちゃめちゃおすすめだよ。それと CH160 は大型な空冷クーラーにも対応するっていう触れ込みなんだけど、今回の構成だと同じくディープクールのアサシン4が干渉して取り付けできなかったんだ。どうやら後ろのファン部分がケースの突起と当たっちゃったっぽい。物的にはアサシン4じゃなくてシングルファンモデルのアサシン 4S の方が干渉少なくておすすめしたいな。でもまあそのくらいかな。気をつけるところはさっきも言った通りこの価格ではありえないくらい完成度の高いケースだと思うよ。初めての小型 PC ならうってつけのケースじゃないかな。そしてそんな CH160 で組んだパソコンの構成がこんな感じ。6コアの Ryzen 5 7600と RTX 4060を組み合わせた超王道なミドルスペックマシンだね。メモリを 32GB にしつつ SSD もしっかり 1TB と隙のない構成でゲームはもちろん軽い配信や動画編集もこなせるスペックになってるよ。そしてこのチャンネルらしく見た目にもこだわってて、マザーボードは MSI の B650i HWi-Fi。電源はリーアンリーの SP750 ホワイトと、なるべく白系のパーツを選択。マザーは MSI さんに貸してもらったよ。テラの動画で使ってたけど、相変わらずいいマザーでね。必要十分なシンプルな機能で、B650 の ITX では最安なの。しかも白とモノポイント1点追加ね。残り8点、頑張ってほしい。そしてメモリとかクーラーのライティングは、ディープクールのイメージカラーである青緑系のライティングに統一しているよ。クーラーのファンにメモリの光がじんわり当たってるの、エモくない？そして、今回の一番の推しポイントがこのクーラーで、AK500 デジタルってクーラーなんだけど、こんな感じに CPU 温度が表示されてるの、かっこいいでしょ。実はディープクールさんからアサシン 4S も提供してもらってたんだけど、このサイドガラスにビビってきちゃってね。デジタル表示できるこのクーラーを買ってしまったわけ。別に他の YouTuber さんがアサシンを使っててネタかぶりが怖かったとかじゃないんだからね。という感じで今回のマシンなわけだけども、やっぱ気になるのは価格だよね。どうしてもこういう見た目重視のマシンって余計なパーツが高くなりがちじゃん。今回のマシン、2024年10月現在で OS 込み、だいたい20万円なの。思ったより悪くないでしょ？もちろん20万ならもっと突き詰めて高性能にできないことはないんだけど、そうすると見た目を諦めなきゃいけなかったり、型落ちで安いパーツを選ぶみたいな妥協が必要になっちゃうんだよね。でも今回は白パーツで揃えてかつ、なるべく最新の規格だったりパーツを使って長い間使える。でもぶっ飛んだ値段にならない。そして入手性が高くてみんなが真似しやすい。そんな感じのちょうどいい塩梅で、安いだけじゃなくて実用性や見た目も妥協しない、納得感のある、そんなパーツ選びをしてみたよ。その結果の20万。強いよね。見た目、スペック、価格、隙がないと思うよ。という感じで PC の紹介が済んだところで、実際にこの子の実力を検証してくよ。まずサクッと性能から。まず最初は FF14 ベンチマークで、フル HD 最高設定で 14,761 点で、とても快適の評価。一番上の 15,000 点以上、非常に快適のラインにはギリギリ届かなかったけど、実用的には十分遊べる水準だと思う。そして FF15 ベンチマークは最高設定を回して 8,763 点。こっちは上から3番目の快適っていう評価だね。オーバースペックにならないちょうどくらいのスコアでフル HD で遊ぶのにちょうどいいスペックなのがわかるかなと思うよ。そしてさらにストリートファイター6のベンチマークもテスト。フレームレート制限を解除した最高設定で試して、こっちは最高得点の100点をマーク。文句なしの快適動作だね。ただサイバーパンク2077みたいなレイトレーシングありの画質重視なタイトルだと、フル HD のウルトラ設定ではさすがに 60fps を下回っていたのだけど、
こういうレイトレ対応のタイトルでは NVIDIA GeForce のフレーム生成機能が使える場合が多いから、それを使ってフレームレートを引き上げることができるよ。それを使った場合だと、おおよそ 80fps くらいまでフレームレートが伸びて 60fps を超えることができたね。このフレーム生成機能は数ミリ秒程度の遅延が発生しちゃうのがデメリットだけど、こういう一人向けのゲームならそんな大きな問題にはならないから積極的に使っていきたいね。という感じでゲームベンチを一通り回したところで、次は実際のゲームでのフレームレートも計測したよ。まず定番の Apex Legends からフル HD の最高設定で、だいたい150から 200fps くらいかなって感じ。設定を細かく詰めて 165Hz あたりのモニターと組み合わせるのがちょうどいいかなって感じだね。そして私が個人的にハマってるゼンレスゾーン0も計測。アンビーちゃんかわいいやったー。これも素晴らしいね。フル HD 最高設定の戦闘時でだいたい 150fps くらい、普通に快適に遊べる。そして今回は配信しながらのゲームプレイもしてみたよ。Apex Legends を遊びつつ、OBS スタジオを使って YouTube で配信って感じの流れ。OBS の設定はこんな感じで、RTX4060 のハードウェアエンコーダー、NVENC を使って AV1 でのエンコードをするよ。それ以外の細かい設定は適当にいい感じに。遊んだ結果はこんな感じで、シチュエーションにもよるけど、ほとんどのシーンで 100fps は安定して出せてる感じ。人によってはゲームのグラフィック設定を落としてもいいかもね。よく6コアの CPU だと配信は厳しいって言われがちだけど、GPU エンコードを使ったり設定を詰めたりすれば案外なんとかなるんだよね。特に7600みたいな新しめの6コアなら、シングル性能が高いおかげで一昔前の8コアくらいのマルチ性能があるし、少なくともゲームプラス音声みたいな軽い配信とか、Discord の画面共有くらいなら結構こなせちゃう。CPU を使うシミュレーションゲームの配信とか、ライブ 2D やオーバーレイも入れた本格的な配信とかなら、8コアとか12コアがあった方がいいかなって感じだね。そしたら次は、このマシンの冷却性能をチェック。冷却関係の設定はこんな感じで、基本ファンの回転数とか電力設定は全てデフォルトの設定のまま使用してるんだけど、ケースファンだけは全て 1000rpm に固定しているよ。ということで、まずはじめにスモークマシンを使って空気の流れを見ていくね。と、こんな感じで、前から取り込んだ空気がまっすぐ CPU クーラーを通って後ろのファンで吐き出されてるのがわかるかな？そして下側にも煙を当ててみると、前だけじゃなくて下からも空気を吸い出してるのがわかると思う。これはグラボが空気を吸ってる証拠だね。たださっきの前側の吸気と比べたら弱いかな。そして、実際の温度も計測したよ。まずゲーム中の負荷から。ストレステストの一つ、3D マークのスティールの窓、ストレステストで20分間負荷をかけてく。今時のゲームに近い負荷がかかるから、ゲーミング PC を組んだらまずやりたいテストの一つだね。結果がこんな感じで、CPU の温度がゲーム実行中で60度前半、グラボ側は80度にギリギリ届くかなってくらいの温度で、どちらともサーマルスロットリングがかかる温度には触れてない。その後は上がる気配もなく温度をキープできてるから、ゲームでの冷却は問題ないと思うよ。そして次に、ストレステストの定番ソフト、OCCT を使って負荷テストをするよ。今回は OCCT より提供してもらった商用利用ができるエンタープライズ版を使ってく。普通の負荷テストだと CPU だけを使用率 100% にしたり、グラボ側を 100% にしたりだとか、どっちかだけをテストするみたいなことが多いのだけど、このソフトはかなり器用で、こんな感じに CPU とグラボ両方を指定して、同時に 100% の負荷をかけるみたいなことができるんだよ。もちろん、こういう極端な負荷がかかることは実際にはそうないんだけども、その PC の最悪のシチュエーションを想定できるから、そういう時にパソコンの電源の容量が足りてるかとか、排熱できてるか、みたいなパソコン全体のテストができるのがいいんだよね。ということで細かい設定はこんな感じで、CPU と GPU に高い負荷がかかるようにして1時間のテスト。結果は CPU は最高で89度、グラボが最大で79度だったよ。グラボはそこまで変わってないけど、CPU は89度とかなり高くなっているね。ただこの温度がやばいかっていうとそうじゃなくて、より細かく見ていくと、温度制限のサーマルリミットは9割で止まってる一方で、電力制限の PPT リミットは 100% に触れているから、温度より電力の限界が先に来てる。つまり、CPU のポテンシャルは全部使い切れている状態なんだよね。特に今回はグラボもフルで回してこれだから、CPU の冷却は全く問題ないと思うよ。さっきのエアフロー検証を見てもかなり素早く空気が入れ替わってるし、
重たい負荷に対しても十分耐えれるくらいには冷却性能の高いケースだと思うよ。そんな感じで温度検証も終わったところで、次はパソコンがずっと安定して動作できているか、安定性検証もしてくよ。検証には OCCT の有料版の機能、安定性証明書機能を使うよ。この機能は名前の通り、パソコン全体の安定性を評価するテストになっていて、CPU からメモリ、グラボと、広く自動でいろんなベンチマークとかを回し続ける機能だよ。検証内容とかかかる時間で4つのランクが設定されてて、今回は一番上のプラチナム認証をテスト。内容はざっとこんな感じに、合計で12時間かかるよ。長いね、残業代出さなきゃ。米で払えるかな？ということで、結果はこんな感じで、エラーなしで通過。CPU 温度が最高で93度、グラボの温度が最高で79度くらいだったよ。安定性証明書機能の結果は OCCT のサーバーにアップロードされて誰でも見れる仕組みになってるから、詳細はそこでチェックしてみてね。概要欄に URL 貼っておくよ。という感じで安定性も検証したところで、最後に騒音もテストするよ。早速どうぞ。ゲーム中は比較的静かだけど、OCCT ではやっぱ CPU 温度が高いから騒音が目立つね。もちろんヘッドフォンをつければほぼ気にならない程度だけど、ここは温度制限とかファンの回転数調整で設定を詰める余地があると思うよ。ということで、CH160 とそれを使ったパソコンの紹介だったよ。どうだったかな？この CH160 はすごい完成度の高いケースだね。この価格でこの組みやすさ、冷却性能はなかなかすごい。ただそれに便乗して大きいグラボとかを載せようとすると、ケーブルの配線がすごい難しくなるから、そこは気をつけた方がいい感じ。物的にはこの子はハイエンドマシンというよりは、コスパの良さを活かしてミドルレンジで組んだ方が、見た目も実用性もナイスな PC に仕上がると思うよ。取っ手がついてて小さいから、持ち運びもできるサブマシンみたいな感じに組んでも良さそうだね。ということで今回の動画はおしまい。このケースやマシンで何か質問とかあったらお気軽に連絡してもらえれば幸いだよ。質問箱もあるからぜひ。ということでまた次回の動画もよろしく。バイバイ。